はい、どうも皆さん、こんにちは、三上です。今回はですね、僕が人生をかけて挑んでいる人生工学という激ヤバ理論についてですね、しっかりと基本的なところを説明していきたいと思います。これね、凄まじいんでね、本当に最後まで見ていただければ嬉しいです。この人生工学、結論何かと言いますと、人生を幸せに生きるための知識とノウハウの体系になっています。もう読んで字のそのままですよね。人生工学ということで、人生ね、どうやったら幸せになれるかってね、いろんな考え方あると思うんです。で、それを一つも工学っていう形で、もうこれをやれば間違いないんだっていう形にまとめていこうというのが人生工学になっています。でもなんか怪しいですよね。そんなことできるのって感じも自分でもしなくはないんですけれども、でも、結局みんな幸せになりたいと思うんですよ。いろんな幸せになる道はあると思います。山と一緒でね。いろんな登山ルートがあるように、いろんな幸せのなり方あると思うんだけれども、でも、結局はみんな幸せになりたいはずなんですよ。で、こうなったら幸せだよねっていう風な共通点は絶対にあるので、じゃあそれをしっかりと科学的にね、まとめていこうというのが、この人生工学なわけです。とはいえね、じゃあこの人生工学、結局は何なのというところ、もう一言でね、まとめたいと思います。結論、人生工学がやっていることは、いかに無条件の幸せを掴んでいくか、というのが結論になります。こう人にはいろんな幸せがあると思うんですけども、大体がですね、条件付きの幸せなんですね。例えば、友達と一緒にディズニーランドに行けたら楽しい幸せだとか、例えば、年商1億円超えたら幸せなんじゃないかなとか、例えば素敵な奥さんと幸せな家庭を築けたら幸せなんじゃないかなとか、美味しいものを食べたら幸せなんじゃないか。こういうふうに何をしたら幸せっていうのは、これ全部条件なんですよね。言い換えると、条件が満たされないとどうなるでしょうか？そうです。幸せじゃないというふうになってしまう。じゃあもしも幸せの条件が無条件だったらどうでしょう？条件ないんです。もうこれ最高ですよね。ずーっと幸せっていう風になるわけだから、ここを一緒に求めていこうよというのが人生工学。ただ、いきなりね、無条件って言ってもわけがわからなかったりしますから、なるべく少ない条件での幸せ、これを実現できるようにしていくことが、人生工学の基本的な方向になります。例えばね、幸せの条件として、素敵な人とも付き合いたいし、仕事はこういう仕事じゃなきゃ嫌だし、これぐらい稼いでなきゃいけないし、家はね、4LDK しなきゃ嫌、みたいな。こんなこと言ってたら、もう、幸せになるの大変ですよね。どれだけ日々をね、努力したりとかして不幸な時間を過ごさなきゃいけないんだっていう風になってしまったりする。別にこれ求めることはいいんですよ。これ求めてることはいいんだけれども、その夢に向かう間のプロセスの間も絶対に幸せになれるはずだという風に僕は信じています。で、それをどうやったらできるのかっていう風に考えていくのが人生工学なんです。結構すごくないですか？これがね、世界に広がっていけばいいかなと思っているんですけれども、ここからちょっと詳しい説明入っていきます。まず一つ目、ベースとしては5つの意識レベルという考え方を扱っています。5つの意識レベルっていうとですね、これはすなわちさっき言ったみたいに何を幸せとしているのかっていうのを5つのレベルに分けて考えることによって、今自分が何を幸せとしているのか、そしてこの先どうやっていくと、よりさらに長く続く確かな幸せを感じていけるのかといったことを整理している考え方です。例えばね、赤色の意識レベルというものがあります。赤色というのは基本的には暴力だったりとか、力強さによって、自分の幸福を考えていくというところですね。誰かに勝てたら嬉しいとか、嫌な人を排除できたら嬉しいとかっていう、この赤色の幸せ意識レベルっていうのもいいんですけれども、いいところもあるんですけれども、やっぱりこれだと幸せは長続きしづらいです。もしも自分より強い敵が出てきたら、もしも暴力で解決できないところに出会ったら、今の日本だと暴力ではなかなか解決できないですよね。そうなったら、やっぱり自分の中にわだかまりというか、不満が募っていくことになります。でもおそらく皆さんがいるオレンジ色の意識レベルになるとどうなるのか。オレンジ色になるとですね、何かを達成したら幸せという風な生き方、価値観、意識の状態になっていきます。例えば、素敵なあの子とお付き合えたらいいなとか、例えば幸せな家庭を築けたらいいなとか、例えばこれくらいまで出世できたらいいなとか、これはすべてオレンジ色の意識レベルに属します。そうなると当然、誰かと付き合えなかったら残念だし、で、それからお金を稼げなかったら、あるいは職を失ってしまったら、とても不幸な状態になって自分を責めたくなってしまうと思います。こういう風にしてですね、意識のレベルを5つに分けて、やはり次の色に進んでいくと、より長く続く、より無条件の幸せになっていくんだよと、そういう考え方をとっているわけです。ここら辺はね、ケン・ウィルバーさんっていう本の考え方がすごくまとまってたりするので、ちょっとぜひ興味ある方は見てみてください。そして2つ目、幸せを脳科学的に考えるというのが特徴です。すごいね、語弊はあるんですけれども、ざっくり言うと、
スピリチュアルとか心理学とかっていうちょっと曖昧なところを全部脳科学に還元して説明しようとしています。突然ですけど皆さん、世界一幸せな人って誰か知っていますか？とある脳科学者が全世界でですね、いろんな人の脳波を分析して誰が幸せかっていうのを分析してみたいなんです。なんと、その結果、一番幸せな人はチベットの高い山にいる高僧だということが分かりました。仏教徒の僧侶さんですね。じゃあ一体この人の脳って何が起きていたのか、そういうことを考えていくのが人生工学です。ちなみにそのチベットの高僧だとか幸せレベルが高い、仏教徒の人、何が起きていたかというと、脳的にはですね、頭の、上ら辺にあるセイリエンスネットワークというところ、ここら辺が人と違くて、結論はですね、将来のことをくよくよ考える、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないか、こうなったらどうしようっていう風に考える脳の回路がほとんど使われないようになっていたみたいなんです。逆に今この瞬間に集中して今は何をしていくのかっていうところを考える脳の回路が活発になっていたと。じゃあ結論、みんな脳がそうなったら幸せになるのか？そうだと思うんですよね。実際に自分もね、鬱になったりとか、すごく病んでしまったこともあるんですけども、そういう時っていうのはまさにさっき言った将来のことをくよくよ考えるデフォルトモードネットワークっていうところが活発になっちゃってるんです。これはもちろん今の現代社会を生き抜くためにはとてもありがたくて大切な機能なんですけれども、でもやっぱりそこばっかり使ってるとすごい人生疲れちゃう。全然幸せから遠ざかっちゃう。ということで、じゃあこれをね、どうやったらその脳の回路を止められるのか、切り替えていく力を、コントロールする力を得られるのか、そういったことを研究しているのが人生工学になります。そして最後、3つ目の特徴がとても実践的であるということ。実際にさっき言ったように、じゃあ脳をどうやったら変えていけるのかであったりとか、それだけじゃなくてもどうやったら自分の主観的な幸福感を高めることができるのか。それを食事や運動、睡眠といった生活習慣だけではなくって、日々の中で実践できる、すぐに実践できる簡単なやり方、ノウハウ、そしてテクニックなんかにまとめているのがこの人生工学になります。ちなみに一番おすすめはやっぱり瞑想で、本当にね、瞑想してると人生変わっていきます。みたいなことを、瞑想って言ってもね、世の中に何百種類何千種類っていう瞑想の種類があるので、どういう時にどういうことをやればいいんだとか、そういったことを具体的にまとめていく、とても実践的なのがこの人生工学の特徴です。ということでね、この人生工学が世界に広がったら、本当の意味で平和になっていくと思いますし、それからね、皆さん一人一人の人生も本当に劇的に変わっていくと確信しています。だからこそ、この人生工学にちょっと共感してくれる方、応援してくれる方は、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。本当にね、これはみんなで作り上げて研究していくべきものだと思っているので、仲間もどんどん募集しています。はい。では、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。